アタマジラミの寿命と繁殖サイクル。イントロダクション。アタマジラミとは何でしょうか？多くの人々にとって、それはただの不快な害虫かもしれません。しかしながら、その生態は私たちが想像する以上に、興味深いものです。アタマジラミの生活習慣、生息環境、そして生物学的な特性を理解することは、これらの害虫を効果的に管理、そして適切に対処するために、非常に重要です。今回は、ずんだもんと四国メタンが、アタマジラミの寿命と繁殖サイクルについて対話形式で解説します。アタマジラミの寿命。アタマジラミってどのくらい生きるのだ？アタマジラミの寿命は短くて、通常は人間の頭皮にいる場合は約1ヶ月よ。でも、それは人間の頭皮に寄生している間だけなの。頭皮から離れた場合、生存時間は大幅に短くなるの。人間の頭皮から離れてしまうと、食物源を失ってしまうから、生存することが難しくなるの。だから、頭皮にとどまることがアタマジラミの生存にとって、とても大切なのよ。アタマジラミの繁殖サイクル。それならすぐに増えることはないのだ。実はそうでもないの。アタマジラミは1日に最大8個の卵を産むことができるから、その数はとても早く増える可能性があるの。でも、卵が孵化して成虫になるまでには時間がかかるから、すぐに増えるとは言えないの。だからこそ、アタマジラミの繁殖サイクルを理解することは、これらの害虫の管理にとても大切なの。繁殖サイクルを理解することで、アタマジラミの増加を防ぐ方法を考えることができるのよ。アタマジラミの生息地。でもアタマジラミって頭皮以外には生息できないのだ。そうね。アタマジラミは人間の頭皮以外では生きることができないの。だから、頭皮を離れるとすぐに死んでしまうの。これはアタマジラミの生態に深く関わる特性で、その生存戦略の一部を形成しているの。頭皮から離れたアタマジラミが生き延びることはほぼないから、アタマジラミの存在は人間と密接に結びついていると言えるわね。まとめ。アタマジラミは一見すると不快な生物かもしれませんが、生態系の一部として考えると、その生命習慣は非常に興味深いものです。その短い寿命、速やかな繁殖力、そして人間の頭皮への依存性を理解することは、これらの害虫を効果的に管理するために重要です。また、このような生物の生態を理解することで、我々は自然界の複雑さとバランスについて、深く理解することができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。